。私は勇者のゆうちゃんだよ。この動画は字幕があるから好きなのを選んでね。そんなことはどうでもいい。私は今戦闘中なんだ。ダンジョンで手に入れたこの銃が火を吹くぜ。ちげえ。は？こんにちは。武器屋の店主のフランです。どうしたのゆうちゃん、モンスターにやられたの？いきなり敵が強すぎたよ。くっそ、また最初からやり直しだ。今日はコラと M1911 を紹介していきます。ブローニングが作ったやつか。世界的にも有名な銃ですね。今までの動画でもたびたび登場しましたが、細かく解説していきます。有名なやつ来た。オートマチックピストルの中でも最も有名なピストルと言ってもいいかもしれません。M1911 はアメリカ軍で1911年から1985年まで70年以上も正式装備として使用され続けました。70年ってすごく息の長い武器だ。現在はベレッタ M9 が正式装備として導入されていますが、一部の部隊では現役で1911が使用されています。未だ現役だったのか。そうなのよ。2度の大戦とベトナム戦争、湾岸戦争、そして最近のイラク戦争でも活躍しました。1911はライセンス生産を含めてこれまでに総数で500万丁近くが製造されているようです。もちろん現在でも生産され続けています。人気が衰える気配は微塵も感じないね。日本国内でも1911の人気は高く、モデルガン、サバイバルゲームで人気となっています。アメリカ国内では民間でも軍隊でも非常に人気のあるハンドガンです。1980年代に国防総省が正式装備を1911からベレッタ M9 に置き換えると発表した際、陸軍が反発し、一悶着ありました。マジか。そのくらい人気の高い銃ってことなんだね。そうね。アメリカの人たちにとっては愛着のあるハンドガンです。M1911 はコルト製のハンドガンでアメリカでは1911と呼ばれています。また、コルトガバメントという名前でも知られているわね。ガバメントってどういう意味なんだ？ガバメントとは日本語で政府のことですね。軍から兵士にサービスで支給される正式装備のためガバメントと呼ばれたのです。なるほど。国から無料で支給されるからガバメントの名前がついたってことか。M1911 という名前からもわかる通り、1911年には完成していました。天才ウェポンデザイナー、ジョン・モーゼス・ブローニングが設計したピストルです。ブローニング、武器に革命を起こした人だね。このチャンネルでも最近は紹介する機会が増えてきたよ。1911は45口径の非常に強力なハンドガンです。1911が長い間アメリカ軍のサイドアームとして使用されたので、アメリカでは45口径ハンドガンが人気となっています。そういうことか。それでは、1911について細かく見ていきましょう。1911年に正式装備となったコルト M1911 は、様々なテストを経て完成しました。ブローニングが1900年に完成させた M1900 を改良して M1911 が完成したのです。最初のモデルから10年近くかかったってことなんだね。そうね。1890年代から1910年代、異常な速度で銃が進化しました。この中心にいたのが天才設計者、ジョン・モーゼス・ブローニングです。新しいセミオートのハンドガンが次々と誕生した時代だ。ブローニング以外にも、ルガーやマーザー、マンリガーなど、優れた設計者たちが活躍した時代です。現在では、このようなスライド式のハンドガンは一般的ですが、当時は革新的な構造でした。ブローニングが世界で初めて発明したスライド式のハンドガンは、今後の時代の世界標準となります。これはジョブズ並みに発想がぶっ飛んでいるよ。ブローニングは、誰も考えつかないような奇抜なアイデアを生み出す想像力を持っていました。しかし、ブローニングは実家が武器屋で、幼い頃から銃器の技術を磨き続けた一流の職人です。単なる奇抜なアイデアではなく、確かな技術に裏打ちされたアイデアだったのです。ブローニングは、重火器の仕組みに精通した達人なんだね。M1911 はアメリカ陸軍の採用試験で他の様々なピストルと比較された後に正式採用を獲得しました。その競合相手にはルガー、マウザー、マンリヒャー、サフェッチ、ウィブリーなど多くの有名銃器メーカーのピストルと競争したのです。受験戦争を勝ち抜くよりも厳しい戦いだ。
最終的には、コルト、サフェッチ、ルガーの3社が最終候補に残りました。アメリカ軍の採用条件は、45口径の弾丸を最も効率よく発射できることです。ルガーは9ミリ口径で45ではありませんが、この試験に参加したルガーは45口径に改造されていました。全部45口径のピストルなんだね。そうよ。アメリカ軍は 45ACP という新しい弾薬を開発していました。この 45ACP を発射でき、戦場の過酷な環境に耐えられるピストルを求めていたのです。そのテストで、最終的にコルトの1911が生き残ったというわけか。そういうことね。ルガーはこのテストをキャンセルし、アメリカ軍のテストから撤退。サフェッチはハンドガンビジネスから撤退をしました。競争相手のコルトが強すぎて戦意を失ったのか？わかりません。サフェッチはテストの中で何度か故障したということですが、ルガーが撤退した詳しい理由は不明です。ただ、ルガーはドイツで正式装備となって活躍しましたね。なるほど。こうして、1911年の3月29日に、コルト M1911 は、アメリカ陸軍の正式装備として認定されました。陸軍の正式ピストルの採用テストですが、1904年頃から始まって、実に7年近くかかっています。7年もかかったのか。そこまで長い戦いに勝利しないと、軍の正式装備にはなれないんだね。1904年の段階では、45口径が是か非か、という段階でもありました。45口径がいいと思うけど、実際にはどうなんだろうか、と模索していたのです。すんなりと45に決まったわけでもないんだね。確か、フィリピンの戦士と戦った時に45口径が必要だと感じたんだよね。そうね。スミス&ベッソン38スペシャルの動画でも詳しく解説しましたが、もともとアメリカ軍は38口径のリボルバーを主力武器としていました。しかし、米非戦争で戦ったフィリピンのモロ族の戦士にはあまり通用しなかったのです。モロウォリアーはドーピングしてバフをかけまくっていたからな。モロウォリアーは38口径を至近距離で命中させてもたまらなかったと言います。ドーピングしすぎだ。これだけ薬に頼っていたら、戦いから生還してもまともじゃいられないだろ。この経験がアメリカ軍でトラウマとなり、やっぱ45がいいんじゃね？そういう考えに至りました。しかし、本当に45でいいだろうかとテストを行ったのです。それが、1904年から始まるトンプソン・ラガードテストです。トンプソン・ラガード。どちらも軍人の名前です。トンプソンは、陸軍の兵器を管理する職に就いていました。後に、トンプソン機関銃の発明で有名になる人です。ラガードは陸軍少佐で、衛星部隊に所属していた軍医ですね。この二人が中心となって行ったテストが、トンプソン・ラガードテストです。1904年、どの口径にするかを選定するために行われたテストでした。テストが始まる前は、まだ45口径にすると決まったわけじゃなかったんだね。そういうことね。テストでは、主要な弾薬を比較して検討しました。9ミリパラベラム、38ロングコルト、45コルト、455ウェブリーなどですね。測定方法としては、日本刀のお試し御用と同じスタイルで行われました。ジャパニーズブレードスタイルか。実際に、人間の死体を切断して切れ味を測定するやり方だ。明治の初期には廃止されたけど。そういうことです。トンプソン・ラガードテストは、人間の死体と牛を使って実験をしました。死体を紐でぶら下げ、弾が命中した時の揺れを計測して、ストッピングパワーを計測したのです。このテストの結果、陸軍のハンドガンは45口径にしようと決まりました。そういう流れだったのか。この陸軍の決定を受けて、コルトとブローニングが開発したのが 45ACP です。45ACP は、現在でも使われ続けているカートリッジになっていますね。M1911 がアメリカ陸軍の装備として採用され、1914年には第一次大戦が起こりますね。アメリカが第一次大戦に参戦したのが、1917年4月6日になります。もう戦いは終わりの方ですか？1918年11月11日に終戦なので、残り1年半ですね。これが M1911 のデビュー戦ということになります。なるほど。戦争需要のため、M1911 はコルトだけでなく、スプリングフィールド交渉、レミントンやサペッジなど、多くのメーカーで生産されました。コルト以外のメーカーでもたくさん作っていたんだね。第一次大戦でアメリカ軍にアルビン・ヨークという人がいました。
ヨークは戦場で最も大きな戦果を上げた人で、伝説的な人物です。伝説的？武装したってことですか？武装しました。ヨークはただの一兵卒として軍に入隊したわけですが、戦後に名誉勲章をもらって軍曹に昇格しました。第一次大戦のアメリカ軍の総司令官、ジョン・パーシングから直々に勲章を授与されたということですね。また、フランス、イタリアからも勲章をもらっています。すごい人がいたんだな。ヨークは M1911 を手に銃剣突撃してきた6人のドイツ兵を一人で仕留めました。一人で6人ですか？そうね。ドイツ兵の隊長が5人の部下を引き連れて突撃してきました。それを M1911 一丁で撃破したのです。M1911 で当てられる現実的な距離は50メートルほどなので、その距離で6人を連続で倒したことになります。50メートルの距離なんて、装備が重くても訓練された兵士なら10秒くらいで走れるよね。その間に全員が屍になるとは。数十秒の戦いだったと想像します。M1911 は6人の兵士を瞬時に倒してしまうだけのストッピングパワーと速射性能を持っていることが証明されたわけですね。これはすごい。銃もすごいけど、そのヨークって人もすごいね。アルビン・ヨークは、もともと射撃が得意で、狩猟の腕前も一流だったのです。彼は、教会で聖書を教えるほどの敬虔なクリスチャンでした。戦争で人を殺すことに大変な抵抗があったので、徴兵を断っていたのですが、強制的に徴兵されることになったのです。そしてアンデルセン並みの強さを発揮してしまったというのか。アンデルセンよりも強いかもしれないわよ。ヨークの最終的な戦果は、25人以上の敵を倒し、35丁のマシンガンを露得し、132人のドイツ兵を捕虜にしました。エイメン。こうして、第一次大戦で M1911 の攻撃性能は証明されたわけですが、不満点も露出しました。まだ改良の余地があったってこと？多くの兵士から不満が上がった点は、ハンマーバイトです。ハンマーバイト。撃鉄とグリップセーフティーの先端部分で手を挟んでしまう現象です。写真で見るとわかりやすいわね。ここが挟まれていたいってことか。兵士の不満点を解消し、さらに使いやすくするために戦後に改良されます。これが1926年に新バージョンとして登場した M1911AH です。AH って名前のやつは、その不満点を解消したバージョンってわけか。ハンマーバイトを防ぐのが一番の大きな改良点でした。ハンマーバイトが発生しないよう、撃鉄とグリップセーフティーの長さを調整したのです。なるほどね。また、A1 は引き金の厚さが薄くなっています。これは少しでも握りやすくするための改良です。手の小さい人でも指が届きやすいようにしたってことかな。では、1911AH の性能や構造を見ていきましょう。1911の相談数は7発です。弾薬には 45ACP が使用されており、当時の外国のハンドガンと比べても、最も威力が高いですね。採用のテストの時に比較した中でも最強ってわけか。そうね。45ACP の特徴は、弾丸が大きく重く、弾速もそれほど速くないため、貫通力も低めです。貫通力が低いため、人体には有効で、非常に大きなストッピングパワーを持っています。貫通力が低い方が、人体には大きなダメージを与えられるんだよね。弾薬の威力については、ホラーポイントの動画で詳しく説明しています。1911はとにかく強えってことだ。マガジンはシングルスタックです。カートリッジが大きいので、ダブルスタックにすると、グリップが大きくなりすぎて握りにくいと思います。確かに。安易に相談数を増やすわけにもいかないって感じなのか。1911は、ブローニングが完成させたショートリコイルを使用しています。ショートリコイルとは、弾を発射した時の反動をうまく使って、排気と装填を行う仕組みです。弾を発射すると、中心が短い距離を動くから、ショートリコイルなんだよね。そうね。このように重心が動きます。ショートリコイルは、ブローニングが最初に設計した M1900 の頃から使用されていますが、M1900 と比べても進化しています。そうなの？ティルティングバレルという設計になりました。ティルティングとは、ティルト、傾くという意味です。こちらは、1911AH の 3D モデルですが、撃った時に重心が傾いています。確かに傾いている。ブローニングが最初に設計した M1900 は重心が傾きません。階段を降りるみたいに重心全体が一段下がる動きをします。
重心が下にスライドしている感じだね。これを改良して重心が傾くようにしました。傾くことで簡単に効率よくスライドと重心の連結を切断できるようにしたのです。スライドと重心の連結の切断？弾を発射した後、重心とスライドがつながっているので一緒に交代します。しかし、その後には連結が切断されて、スライドだけが交代する構造になっているのです。これがブラウニング式のショートリコイルです。なるほど、わからん。N1900 のように重心が下にスライドする構造だと重工側にも支点を作らなければなりません。しかし、ティルティングバレルにすればパーツ数が少なくて済みます。重工側の支点を作る必要はありません。ほう、確かに。そうか、ティルティングバレルにすれば支点を一つ作るだけで済むんだ。パーツが少なくなれば安く作ることができます。また、可動部分を減らすことで故障する可能性も減らすことができます。M1911 は攻撃力だけでなく効率性も高めていたのです。コストパフォーマンスの高い銃ってわけか。コスト、パワー、耐久性、効率性を重視した実にアメリカらしいハンドガンですね。第二次大戦になるとさらに需要は拡大します。1911A1 は第二次大戦だけで190万丁以上が生産されました。アメリカだけでなく連合軍側の外国にも輸出されたのです。M1911 は20世紀から21世紀までずっと活躍し続けるってわけだね。そういうことね。しかし、1980年代にはベレッタ M9 が1911に代わって正式装備となります。ベレッタ M9 はイタリアのベレッタが作った銃で口径は 9mm、弾薬には 9mm パラベラムを使用しています。なんで変えたんだ？ソ連を警戒し、万一に備えてヨーロッパとの連携を高めるためです。ヨーロッパでは 9mm パラベラムが標準ですので、アメリカも 9mm を使えば弾薬を共有できます。そういうことなのか。また、9mm パラベラムは 45ACP と比べても値段が安いのです。なるほど。確かに安いのはありがたい。国防総省は空軍、海軍、陸軍、すべてをベレッタに置き換えて共有すると発表しました。しかし、陸軍がこれに反発したため、陸軍で独自の採用テストを行うことにしたのです。アメリカ軍の正式装備を獲得するため、多くのメーカーが参入して競争しました。アメリカ軍に採用されればがっぽりと儲かるぞ。これは絶対に負けるわけにはいかない。コルト、スミス&ウェッソン、シグ・ザウアー、ヘッケラー&コッホ、バルサー、シュタイヤー、FN、ベレッタなどが参加しています。まあ、結局ベレッタが勝つんですけどね。結局、ベレッタに決まったのか。そういうわけで、ベレッタが正式装備になりました。しかし1911の人気は高く、特殊部隊や一部の部隊では引き続き1911を使用しています。100年以上も変わらず使われる銃を設計したブローニング氏はすごいやつだ。不器用なお姉さん。というわけで、1911の解説でした。今までの動画でも何度か登場したけど、すごい銃なんだね。1911は、現代のほとんどのオートマチックピストルのサンプルとなった銃です。100年以上も前に、拳銃はすでに完成していたのです。100年経ってるのに、ほとんど構造が変わってないってことなんだよね。そうよ。100年前の1911と、現在の1911では iPhone6 と iPhone13 くらいの違いしかないのではないか？そう考えています。完成されすぎている。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。